皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中国の軍拡傾向について解説していこうと思います。日本においては岸田政権になってから防衛予算の増額といったものが実施されました。このような状況を見て政府批判をしたい人たちの中には、なんで防衛費を上げるんだ、そんなことをするのは全くの金の無駄遣いだと全否定する人たちがいます。しかし安全保障問題というのは日本だけの問題ではなくて、周りの国との関係によって状況に対応していかなければなりません。例えば日本と接している国、そして北方領土を占領している国ロシアは今まさにウクライナに侵略しているところですし、支援する形で北朝鮮は兵器を販売し、戦争特需に一部湧いているとも言われています。そして中国の軍拡傾向は全くとどまるところを知らず、ひたすら軍備増強が続いています。日本の防衛予算が増えたことによって中国が刺激されて軍拡せざるを得なかったんだみたいな無茶苦茶な批判をする人たちもいるわけですが、事実は全く逆であることを今回の動画では改めて解説していこうと思います。デマやフェイクニュースが飛び交う時代だからこそ、実際はどうなのかをしっかりと見極めていくことが重要です。それでは中国の軍拡のニュースを見ていきましょう。中国、今年の国防費日本円で34兆8000億円よ。昨年比 7.2% 増。中国政府は今年の予算案を明らかにし、国防費は去年よりも 7.2% 増えて1兆6650億人民元、日本円で34兆8000億円余りで軍備を増強する姿勢を示しました。中国は東シナ海や南シナ海への海洋進出を強化していて、アメリカ海軍をしのぐ数の艦艇を保有していると見られています。ものすごいお金のかかる空母艦隊の増強にも取り組んでいて、かつては自前の空母を作るのもちょっと難しかった中国海軍なわけですが、ウクライナで解体される予定だった空母をレジャー施設へと改装するという偽りの話で購入した後研究を深めるなどして少しずつ技術の蓄積を重ねて、現在では空母の自力生産へとこぎつけています。アメリカ国防総省が去年まとめた報告書では、中国が保有する運用可能な核弾頭は推定で500発を超え、予測を上回る速さで核戦力を増強していると指摘しています。アメリカ、ロシアはそれぞれが数千発単位の核弾頭を保有していて、数で言えばロシアの方がソ連時代からの流れで核弾頭の優位を保っています。中国はそれを追いかける形で核戦力の増強を進めていて、アメリカの国防総省は中国は2030年に核弾頭1000発単位へと増強を進めるだろうと見ています。ただ、公表されている国防費には外国からの装備購入費や研究開発費は含まれていないとみられ、実態を反映していないとも指摘されています。公表されている額はあくまでも氷山の一角で、見えていないところで様々な予算が付けられていると見た方が良いでしょう。全人代の報道官は GDP に占める中国の国防費の割合はアメリカなどの軍事大国と比べて常に低いとして、国防費は経済力に見合ったものだと主張していますが、経済の先行きに不透明感が広がる中でも伸び率は去年と同じ水準を維持していて、軍備を増強する姿勢を示しています。アメリカと比較すればどこの国でも軍事費は少ないわけですが、だからといってアメリカを目指して軍備増強する理由が他の国には本来ないはずです。中国の国防費について台湾の国防部系のシンクタンクによると、国防費の増加は経済が困難な状況に直面していても軍事力を拡大したいことの表れだ。こうした動きは周辺の国や世界に影響を及ぼすだろうと分析しています。国防費の主な使い道については、中国軍の士気を上げるための兵士の給与、戦闘機や艦船などの開発や調達、人工知能や衛星などの宇宙分野における研究開発を挙げました。その上で、経済の先行きが不透明な中、軍需産業で雇用を生み出し、経済を支える狙いもあると指摘しました。紹介した記事では中国の国防費がどのような伸びであるかを示すグラフがなかったので、日経から引用させてもらいます。中国の国防費は10年で倍増した。2013年から2015年にかけての国防費の伸び率は 10% 前後あったわけですが、それ以後においてはある程度伸び率は落ちてきて、現在ではプラス 7% 前後となっています。しかし、総額として多い状態で毎年のようにプラス 7% というのはそれだけ軍備増強の意思が非常に強いことを指し示しています。
これだけのお金をかけていることによって中国軍がかつては貧弱であるといった話があったわけですが、現在では装備品の開発更新にかけるお金も潤沢にあることから、かつてのような張り子の虎という考え方はちょっと捨てた方が良いでしょう。もちろん中国人民解放軍の中には企業と癒着して私腹を肥やすための偽の発注であるとか賄賂の横行といった問題はあります。しかし全体を見れば賄賂が全てを吸収することはできるわけがありませんから、現場の兵士、配備されている兵器はどんどんと更新増強されていると見た方が良いでしょう。そしてもう一つインターネット上ではびこっているデマの一つが、日本の防衛費が増えたんだから中国がこれに反応して軍備を増強しているんだという日本政府批判です。これは明らかに間違った見方です。例えばこちらは読売新聞が出していた日本と中国、アメリカとの防衛費の推移です。日本の防衛予算が5兆円といったところからずっと変わらない状態が20年ほど続きました。1998年から2022年まではほぼ一貫して日本の防衛費は5兆円を維持するという状態でした。一方においてアメリカ、中国は軍事費が伸びていったわけで、このグラフを見ればわかるように、日本の防衛予算増額が中国に対して影響を与えて、中国は軍備増強を続けたんだといった話が全くの間違いであることは一目瞭然でしょう。ちなみに2022年以降において岸田政権でようやく防衛予算が増額が図られ、現在では7兆円強の状態にあります。しかし20年以上ずっと防衛予算が増えてこなかった悪影響によって、現在では増えた防衛予算はあくまでもスカスカになってしまった中身を埋めることにかなりの予算が割り当てられている状況です。中国の人民解放軍の中には汚職といった問題があって、様々なところでお金が無駄遣いされているといったことは何度となく報じられてきました。実際それについては間違いないでしょう。しかしそれはあくまでも全体予算の中から見れば小さなもので、決して不正や汚職の結果として20兆円、30兆円がドブに捨てられているというわけではありません。ですからあくまでも一部の金が無駄になったとしても、大多数のお金が実際の軍備増強に使われていると見た方が良いです。そして現在の中国経済においては、これまで何度か解説してきましたが、莫大な不良債権問題が中国経済に重くのしかかろうとしています。ですから経済の不調に伴ってこれを立て直しする方が少なくとも日本から見た場合においては優先されるだろうと思うわけですが、実際にはそうではなくて軍事予算の増強の方が多くかけられているというのは、今の習近平体制の何を目指しているかを図る良い動きだと思います。たとえどのような経済状況であろうとも軍事増強は続ける、この姿勢がはっきりと現れているわけです。さらにもう一つ言及しておかなければならないのは、経済が不調だからこそ軍備増強を図っているという見方も成立することは押さえておくべきポイントです。例えば中国経済が不調になって多くの人々がなかなか就職できないといった問題があります。経済が好調な時はどんどんと社員を雇ってビジネスを拡大していくわけですが、逆に停滞したり縮小した状態だと新たに従業員を雇うよりもむしろ従業員を解雇していく方の流れが強まることとなります。そのような時に、例えば日本であれば景気になったなとなれば公共工事を増額することによって雇用を吸収しよう、経済の下支えをしようといった流れが起こります。中国において今回軍備増強が図られているのはそのような公共事業やもしくは失業者を吸収する母体として軍隊や軍事産業をこれに充てる考えが出てきたのかもしれません。公共工事に比べればお金が巡る業界は狭くはなるものの、しかし習近平国家主席の狙っている部分と整合性は取れている可能性があるわけです。例えばもしかしたら長期戦を戦うことになるかもしれないと考えるのであれば、軍隊の規模は大きければ大きい方がいいと考えるでしょうし、ロシアによるウクライナ侵略のその戦訓から弾薬の予備はあればあっただけ困ることはないと考えるのであれば、やはり発注量を増やして弾薬庫を増設するといったことなども視野に入ってくるでしょう。軍隊の規模を拡大するときにより多くの人々を雇えば失業者は減るわけですから、それらの人々が給与を受け取って生活するだけでもなんとなく経済は良くなったように感じるわけですし、国民の不満を和らげる効果といったものも十分考えられるわけです。そして忘れてはならないのが
じゃあそのような軍備増強を何のために行うのかです。中国はこうした軍備増強をする理由として、アメリカと比較して中国は軍隊の規模が小さいという話をするわけですが、そもそもなぜアメリカ軍と同様の規模を目指すか、そこに大きな問題点があります。自分の国を守るというだけであれば、そもそもアメリカと戦争しない前提であれば、米軍と同様の規模を目指す理由など全く存在しません。ましてや先ほども示したように、日本の自衛隊の防衛予算は5兆円で20年以上ずっと変わらなかったわけです。全く軍備増強が進められない中で、装備品だけはなんとかやりくりしてやってきた自衛隊を指して、中国の軍備を増強しなければならないとして日本のせいだとする話というのは全く口頭無形すぎる話です。日本の防衛費が増額される理由としては、日本の政治家が軍国主義者になったからではなくて、中国の軍事力が増大し続け、軍事力のバランスが崩れようとしていることを認識するべきなのです。今回の動画ではそうした意味で予算の推移といったものを見てきました。インターネット上には政府批判のために平気で嘘をつく人たちもたくさんいますから、まずこうした事実をもとにした論点について考えるべきです。そうした意味では、私がなぜ日本は対スパイ法を整備し、諜報機関を設けて日本の守りを固めるべきかという話をしているのは、このような日本の問題というよりは日本の周りが危険すぎるからそのような守りを固めようという話をしているわけです。というわけで今回は中国の軍拡についての解説をしてきました。皆さんの周りでも日本の自衛隊がなぜ予算がどんどん増えているのか、そのことについて不満を述べる人もいるでしょう。しかしそれはあくまでも日本の問題というよりは海外の圧力が増しているからというこの全体構造を見る必要があることを知っておくべきでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。